はい、どうもこんにちは。ファンファンコレクションです。今回は2026年4月発売のトミカとトミカプレミアムをチェックしていきます。今月は個人的に楽しみにしていた三つ岡がついに発売となりました。それでは早速見ていきますが、ぜひチャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いします。まず1台目は84番カルピスボトルカーです。サスペンションと2台ドア開閉のアクション付きです。では中の方をチェックしていきましょう。はい、カルピスボトルカーです。荷台はおなじみのカルピスのロゴに白地に青の水玉が施されてて、もう一目瞭然のねデザインですよね。でここなんですけど、こんな感じになってまして、フロントを見ていきますと前にねカルピスの文字がプリントされています。で車種がない架空のトラックベースになってますね。こちらね、いろんなねトラックに似てる感じはするんですけど、決まった車種がない状態です。で右サイドを見ると、こちらね白と青が反転したような感じになってます。こう2面ねデザインが楽しめるのはいいですよね。そして後ろはこんな感じですね。こちらにもしっかりとカルピスのロゴが入ってまして、結構この後ろのパーツも出来はね非常にいい感じですよね。でアクションとしてこの2台ドア開閉というアクションがついてるんですけれども、多分ここですね、このスライドドアがすごいちゃんとこうスライドをきれいにする、ね、で結構しっかりと止まりますね。で開けると中にちゃんとこう仕切りのね棚がついてる、かなりいい感じだと思います。そして横を言えば、せっかくなのでこういった架空のトラックじゃなくてイスズとかのねトラックベースで出してほしかったなと思いましたね。はい、ここにちょうどありましたね、イスズのエルフですね。こちらサイズ感的にもこのイスズのエルフベースとかでもね乗りそうな感じですけどね、この荷台がね。はい、ということでね、それにしても結構ね荷台はね非常によくできてたと思います。あとサスペンションのアクションですね。こんな感じでストロークがね意外と少ないですね。一応サスペンションついてますけど、フロントなんかほとんど沈み込まない感じなんですけど、一応ついてるかなっていうぐらいです。でタイヤをね回しておきますとこのような感じです。なかなかいい感じですね。はい、ということで1台目84番カルピスボトルカーでした。それでは次の車チェックしていきましょう。はい、続いては94番三岡 M55 スケール64分の1サスペンションのアクション付きです。では早速中の方もチェックしていきます。三岡 M55 です。こちらはこの通常タイプと初回特別仕様があるんですけれども、通常タイプはこのグレー系のカラーリングですね。実車でいくとソニックグレーパールというね色をイメージした色だと思うんですけれども、粒子が全体的に綺麗にね乗ってるなって印象です。クリアも程よくね効いててねかっこいいですよね。そして正面はこんな感じになってます。ヘッドライトがクリアパーツ使われてまして、かなりねいい感じですよね。でグリルとかその周りとかの色の塗り分けなんかもねかなり細かいと思います。非常にかっこいいね仕上がりになってますね。そして右サイド、はい、こんな感じで、この M55 はベースがねホンダのシビックですね。なので、シビック感がね結構こういうあたりに見えてはいますけれどもね、このギアとかねフロントとか全く異なるデザインでねかなり印象が変わりますね。そしてここに文字はね非常に小さいんですけれども三岡の文字が入っています。テールレンズは塗装での塗り分けでね再現されているようです。ボンネットはこんな感じですね。そして内装と、そして屋根の上、そしてこのね後ろのここもいい感じですよね。なかなかかっこいい感じになっています。そしてシャシ面ですけれども、フロントセンターリア側ということで程よく造形もねされてますね。そしてこちら2025年の型ですね。ナンバー94、64分の1スケール、三岡 M55、メイドインチャイナとなってます。そしてサスペンションですね。フロント、リアともにね、こんな感じでしっかりと効いてます。
でタイヤを転がすとこのような感じとなってます。はい、ということで三岡の M55、 こちら通常モデルでした。それでは初回特別仕様の方もチェックしていきます。ナンバー94三岡 M55 初回特別仕様、スケール64分の1、サスペンションのアクション付きです。ではこちらもね、中のチェックしていきます。三岡 M55 の初回特別仕様です。はい、まず第一印象なんですけれども、このオレンジのカラーですね。パッケージを見ていたイメージよりちょっとね、濃い印象です。かなりしっかりとね、濃いめのオレンジ、そんな感じがします。実写で言うとパパイヤオレンジメタリックというね、カラーをね、イメージした色だと思うんですけれども、非常にね、美しいオレンジですね。かっこいい。フロント側ね、見ていきますとこのような感じです。先ほどよりこのフロントの周りのこのシルバーのね、エッジがね、しっかりと効いてよくわかりますね。非常にね、かっこいいフロントフェイスだと思います。こういったとこね、スポイラーもついてたりね、いい感じですよね。そしてサイドですね。はい、今日は開かないんですけど、ちょっとね、中こんな感じになってます。結構こちらもね、しっかりとね、造形されている印象ですね。そして後ろ側と、はい、こんな感じで非常にかっこいい。そしてボンネットから内装は黒い成型色、そして屋根ですね。で後ろ、ここは違いますね。初回版は普通のこのリアウィンドウがねついてて、トランクの中もねこうやってちょっと見えるような感じですね。通常版の方がこういった中が見えないパーツになってて、ここはね差別化されてました。かなりね大掛かりなね違いですね。そしてシャーシ面ね、こんな感じになってます。フロントセンター、リア側、こちらもね、2025年の方、ナンバー94、64分の1スケール、三岡 M55、メイドインチャイナとなってます。はい、サスペンションの方ですね。こんな感じですね。はい、こちらもしっかりと効いてます。で、タイヤが回ると、このような感じ。はい、いいですね。このオレンジめちゃくちゃかっこいい。あと、やっぱこのね、後ろのこの違いはね、どっちもね、魅力的。はい、そんな感じ。まあ2種類ね、出たのはいいことですね。この三岡 M55 なんですけど、ベースがね、このホンダシビックですね。こちらちょっとタイプ R にはなってしまうんですけど、ちょっとね、比較しておきましょう。まずね、フロントから見ておきますと、このような感じですね。スケールはどちらも64分の1スケールなんですけれども、まあ、見た感じ、デザインは全く違います。そして若干ですけど、こちらのタイプ R の方がボンネットの位置がちょっとね、高いかなっていう印象です。そして横ですね。横は非常にどちらもよく似ててですね、このドアのパネルから、この屋根のところはね、どうしても多分変えれないような感じだと思うんで、もうここはほぼほぼ同じですね。フロントのフェンダーの張り出しも、意外とね、こちらもね、M55 も張り出しているなっていう印象があります。こうやって見たら、どちらかといったらこちらの方がスリムなね、印象ではあるんですけれども、フェンダーのね、張り出し感はね、意外とこちらもありますね。リアクォーターのね、あたりはこんな感じになってます。そしてこの後ろの部分の高さもね、ほぼほぼ同じで、はい。まあデザインがね、全く違うのでね、非常に印象はね、やはり違いますね。でもやっぱりシビックがベースということで、かなりのところはね、似ている印象でした。ということで94番三岡 M55 でした。それではトミカプレミアムの方をチェックしていきます。トミカプレミアムの8番フェラーリ 512TR です。まずパッケージの方からチェックしていきますと、正面こんな感じですね。そしてパッケージの上の面はこうなってます。スケールが61分の1、リトラクタブルライト稼働、エンジンフード開閉のアクション付きです。はい。で、横はこんな感じですね。では中の方チェックしていきます。はい、フェラーリ 512TR です。こちらは通常タイプとトミカプレミアム発売記念仕様が発売されまして、通常版の方は赤いボディカラーですね。やっぱりフェラーリといえばこのね、赤が一番ね、印象的なカラーだと思うんですけれども、512TR のね、この造形もなかなかいい感じですね。こういった細かいフィンの形状とかね、
非常によくできていると思います。ここにもね、プリントが入ってるんですけど、ちょっと肉眼では細かいところまでちょっと判別ができないくらい細かいです。で、タイヤホイールね、こんな感じで、ね、このフェラーリのホイールもかっこいい感じに仕上がってます。で、正面。はい。個人的にこの顔好きですね。で、羽馬の造形もあったり、ここにもね、プリントされてたりと。はい、このライトのところはシルバーでの塗り分けですね。で、リトラクタブルライトね、上がるということで、こちらちょっと開けておきますと、このような感じです。はい、いかがでしょう。かっこいいですね。丸い4灯。そして右サイド。中ね、ちょっと覗いておきますと、このような感じです。で、後ろですね。はい。ここにね、512TR の文字がプリントされてまして、真ん中にはフェラーリのマークですね。で、マフラーはシルバーで塗装されてて、4本出しになってます。そしてボンネット。でこちらダッシュボードもね、確認できますね。はい。はい、ハンドル側ですね、こちらね。で、屋根。そしてエンジンフードという。この辺りもね、なかなかかっこよく仕上がっていると思います。で、フードを開けると、はい、エンジンがね、造形されてますね。かなり細かく作られてる印象です。そしてシャシ面ですね。フロント、センター、リア側。こんな感じになってます。こちら61分の1スケール、2025年の型ですね。で、メイドインベトナムとなってます。こちらサスペンションのアクションはついてませんけど、タイヤを回すとこのような感じ。やっぱホイールがね、しっかり作られているのでね、これはかなりかっこいい感じに見えますね。それやね、トミカプレミアム発売記念仕様の方もチェックしていきます。トミカプレミアムの8番、フェラーリ 512TR トミカプレミアム発売記念仕様です。まずパッケージですね、こんな感じですね。次は、黒いフェラーリですかね。はい。上の面はこんな感じですね。スケール61分の1リトラクタブルライト稼働。エンジンフード開閉のアクション付きとなってます。で、横はこのような感じになってます。では中の方チェックしていきます。はい、こちらね、毎度おなじみ黒いボディはこう保護されてますね。フェラーリ 512TR のトミカプレミアム発売記念仕様です。こちらは黒いボディカラーですね。はい、黒いフェラーリもなかなかかっこいい感じだと思います。フロント側はこのような感じになってます。はい、リトラクタブルライトを開けておくとこのような感じ。はい、いかがでしょう。やっぱ黒と赤とで若干やっぱ印象は変わりますね。そして右サイド、はい、内装ね、こんな感じになってます。そして後ろ、ね、512TR の文字とフェラーリのマークで、マフラーのところはね、シルバーで塗装されてます。で、ボンネットにはこのフェラーリのエンブレムをプリントされてまして、はい、ダッシュボード周りでシートですね。そしてエンジンフード、はい、いかがでしょう。こちらも開けておきますとこのような感じです。ほんとかっこよくね、このエンジンね、造形されてますよね。はい、このような感じになってます。そしてシャーシね、こちらですね、フロント、センター、リア側ということで、先ほどと同様ですね、スケール61分の1、2025年。そしてメイドインベトナムとなってます。こちらもサスペンションはついておらず、タイヤを回すとこのような感じです。はい、いいですね。やっぱりかっこいい。そんな印象です。はい、ということで今回は2026年4月発売のトミカとトミカプレミアムをチェックしました。今月はこれ以外にもまだトミカ購入していますので、また次回以降ご紹介していきたいと思ってます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。